典型劇場という劇団がありまして、そこに太田省吾さんという方がいました。で、1970年代に、74年だったと思いますけれども、その時に彼と知り合って、それまでは全然その芝居をやろうだとか演劇に興味があったとかっていうことではなくて、本当にただブラブラしてた男でした。今で言うとニートですね。で、彼が書いた文章に刺激を受けて彼に会いに行って、彼は僕にこう言ったんですよね。君はその役者志望かと。僕は役者志望じゃなく、太田さんに興味があって会いに来ましたって。で、彼は僕に3年間我慢できるんだったらこの劇団に入れてもいいよと言われた。で、僕はその約束ができないって言ったんだけど、ものすごく彼は面白い人間だったもんですから、それでその典型劇場と劇団に出入りするようになって、それがこの悪の道というか、その役者道みたいなもの、役者街道みたいなところに演劇の道というか入ったきっかけになったんだと思います。最初はこれもやっぱり高橋晩明さんという映画監督がいまして、彼が僕デビュー作なんですけれども、彼はうちのその劇団の舞台を見てて、最初はピンク映画っていうのかな、そのロマンポルノの買い取り作品だったんですね。で、それが最初の映画との出会いで、やったら今までその舞台の経験とは全く違う映画の現場だったもんだから、ものを作るその作り方のプロセスからして、そしてまたそこにいる人間からして、全く種族の違う肌触りの違う人間たちがいるっていうのにすごく刺激を受けたんですね。非常にその予算の限られた中で、その裸というそのセックスというものを確かにその表現しなきゃいけないその制限はあるんだけれども、非常にその映画に対する考え方、ピュアな考え方、ものづくりのそういう人たちが集まってる集団っていうことをまずは感じましたね。映画自体のやっぱり作り方がとてもタイトな時間の中で作んなきゃいけないもんですから。ただ周防正行さんの「変態家族は兄貴の嫁さん」というタイトルからして非常に面白いんですけれど、最初当初作った時は誰も評価してくれなくて、その時にある雑誌で蓮見茂彦さんって方が「変態家族は兄貴の嫁さん傑作」って一言書かれた。それで皆さんがそれに注目されて、今の現在の捜査があるっていう。滝田さんはよく今「送り人」とアカデミーで映画撮られましたけど、今あっても手紙をこの間も手紙いただいたり電話いただいたりしまして、個人的にもお付き合いしてますけれども、現場当時はやっぱりすごいきつかったもんですから、彼は自分の家に帰らないでよく僕の住んでたアパートに泊まりに来てましたね。よくだからそんな時間をよく過ごしてたのかな。だから今回のアカデミーのあれも急にそういう人になったんじゃなくて、やっぱりずっとそれぞれ一本一本頑張ってきた人たちなんで、僕はすごく普通にそれを受け止めた感じがしました。最初出会ったのはなんで出会ったのか分かりません。覚えてません覚えてなくて、なんとなく出会っちゃうんですね。仕事やってるって結構そういうことってありますよね。やってて知り合っていくっていう。ボディーガード牙は沖縄でも撮影やったんですけれども、確か彼は寝ないんですよね。寝てほしかったですね。現場で起きてっても平気なんですよ。ものすごい方でしたね。だから本当に船の中なんかのフェリーシーンなんかもあったらしい。僕はそこは出てなかったんですけど、ずっと撮ってたっておっしゃってました。撮影してたって。で、沖縄についてもやはりほとんどもう現場っていう時間を過ごしてて、ものすごいきついことは覚えてますね。楽しかったことよりもそういう時間の方が覚えてて、ただものではないっていう感じだったかな。いや、やっぱり三池さんは三池さんなんですよ。だからもちろん違うと、人ですからね、人間ですから、役者と一緒にようにやっぱり一つの作品をどういうふうにアプローチするかって言ったら、10人いたら10のアプローチがやっぱりあるんだと思うから、やっぱ違います。それは面白いところもあれば、あれって思うところもあるし、それはそれぞれなんですね。
だからただ非常にそのアイデアだとか演技に対する発想だとかが柔らかくて、その発想が面白い。アクションなんかでも、彼は暴力っていうアクションなのか暴力なのかっていう、考え方もあるんでしょうけども、ご自分でやっぱりこうできるもんですから、三池さんご自身がこうやってみせていただいて、それを僕らがやるみたいなこともあったし、非常にその俳優としてっていうか役者としてのその素養みたいなものも十分なんか持ってらっしゃる方なんだなってことを現場でも感じてましたし、監督をやった方が面白かったりするんですね。そういうのもあったりして、おそらく僕に限らないと思うんですけれども、三池組に参加した人、役者さんが例えば俳優が三池組に参加したら次もやっぱり参加したいって思うような監督なんですよね。そんなにきつくても、かなりこう体的にハードだったりハードスケジュールだったりするんだけれども、やっぱりそれはきっと彼の持ってるなんかこう魅力というか、やっぱりエネルギーに惹かれるんでしょうね。手紙もらったよ。袋入ってるの本当にあなたですかって、その韓国の人から。韓国にもファンがいるんですよ。で本当に袋に入ったのは蓮舫水かって。で僕ちゃんと返事書いてあげた。そうだよって。三池さんは蓮さん悪いけど袋に入ってくれるっていうだけのことしか言ってくれなくて、袋に入る役なんだけどってセリフもなくて、ただ袋に入ってくれてればいいんだと。それだけで僕はオファーを受けて OK 出してる人間なんで、だからそういうのでも受けるんですよ。やりたいと思うよと。だからそういう人なんですよね、三池さんって人は。だからそれしか言わなかったです。僕も本ちゃんと読んでないし、現場行って袋に入ったらちょっと悪いけど足にこれつけてくれないかっていろんな造作物をつけなきゃいけなくて、そっちの方がよっぽど大変だった。だからちょっと騙された感じがちょっとあったね。なんだよそんな時間かかんのかよと思って、結局あの時面白かったのは、これつけるのに5時間ぐらいかかったのね。で5時間かかってその夜に撮影をやる予定だったんだけれども、実はすごく撮影が伸びて僕の撮影が終わったのはそんなに長くなかったんだけど、朝方だったんです。10時間ぐらいその格好で待ってました。で一緒に待ってたのが石橋蓮司さんだから、その10時間ぐらいおそらく石橋蓮司さんと覚えてらっしゃるかな、なんかいろんな話をしたんですよね。だからもう話さなくてもいいようなことも話したような気もするし、聞いてよかったなって話もあるし、なんでこう人生の話をしちゃうんだこんなとこでみたいなこともあったし、なんとなく石橋さんとそういう時間が過ごしたのは楽しかったし、ああいう格好できたのも楽しかったし、袋に入って出てこうもうなんか向こうで笑いこらえてるんですね、監督がね。出てきてこうもぞ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 、もぞもぞはね、舞踏って分かりますか？暗黒舞踏って分かる？こうやって踊り、僕そういうこともやってたんで、それを少し袋の中でやってるんです。ただ映りはしないんだけど要するにその動きとしてこう中でこういうやってて、こうやって出てきておいちいっていうんですよね。だからきっとね、待たされた時間が長かったからね、あのシーン張り切ったんだと思うよ。自分でもやっとできるって。だってもう日が昇ってるんですから。でも日が昇っちゃまずいとかみんなで言ってる中で、その中でこうわってやってるわけですから、なんか怖い映画なんですよねあれね。あんな怖い映画になってると僕も思ってなかったから、おいちいはちょっとお気に入りです、僕の中では。どれがお気に入りっていうのは難しいけど、なんか三池さんの現場って本当に楽しいって面白いんですよね。だから監督見てるだけでも面白いんで、ゼブラーマンの時になんか埼玉の学校で撮影やってたのかな。それでなんか僕は教頭先生をやったんですけれども、植え込みの花壇のところでなんか体をもぞもぞっとしてくださいって監督が言って、で僕がもぞもぞっとしたら監督がクスクスっと笑われて、また本番でじゃあもうちょっと大きいもぞもぞしてください、ちょっとお尻振るもぞもぞお願いしますって言うから、ちょっとお尻振ってもぞもぞってやって「はい OK」っつって笑って監督が。でそのもぞもぞが一体どういう意味なのか僕には全然分かんないですけど、監督がもぞもぞって言うんだからもぞもぞやっときゃいいんだろうって言うんで、もぞもぞやったんですけど、後で見たらそこでなんか緑のうんこしてるんですよね、そのもぞもぞでお尻振りながらだからそういうことになるんだっていう、その CG で後でやってるんですけれども、なんかそういうこういたずら心ってんじゃないですけども、
三池さんそういうのがすごくいろんなところにあるんですよね。だからこう普通に考えてる演劇のメソッドっていうかその演技のメソッドみたいなものから少しこう類型から外れるというか、そういう意味で言うと非常にこうアイデアの方向またアレンジするのがとてもうまいから、そこら辺りは本当にこう逆にこうどういうことを要するにディレクションしてくれるかっていう楽しみが逆にあるんでね。だから本当にあえてお気に入りっていうのはないんですけども、やっぱり現場の時間全てがやっぱりお気に入りかもしれないね。だから三池崇自身をお気に入ってるのかもしれない。一本目からも数えたことないから、それはファンの人たちとかやってくれたりして教えてくれたりするけど、教えてくれたからってね別にそれで僕がどれだけ稼いだかっていうことも計算したこともないし、その300本超えたとこまではもちろん知ってるし、それからもものすごい僕は本筋やってると思うんです。何日か前にも1本の映画を置いて、その前にも東映の映画を1本置いてっていう、だからつい最近でもほぼ2本の映画をもうクランクアップしてるから、そういう意味では本数は増えてるんでしょうけれども、ごめんなさい、本数は本当に自分で正確なところは分からない。これは一生分からないから、誰かが数えてくれれば、数えていってくださいぐらいのことです。はい、ほぼ9割は正確に見てると思います。ただ1割はやっぱ見れなかったりするんですよね。初号行けなかったりして、あとは公開が短かったりで、あるいはそれがビデオだとか DVD に出なかったりとか、だからそれで見る機会がなかったりすることはありましたね。だからほぼ基本的には見るようにで、基本的には初号という関係者だけ見るもご存知だと思いますけど、0号とか初号とかあって、それであとは試写会で、もっと気になるのは映画館かな。そういう作品は少ないですけど、映画館に見に行くこともたまにあります。はい、反省が好きなんですよね。あそこ失敗したなとか、細かいことを言うと本当に誰もそんなこと気にしてないようなことも気になるんですね。でそれはね、ずっとそれは自分の性分っていうか性格だと思ってるから。普段は彼らと全く僕はお付き合いしないし、お酒飲みに行くとか、なんかたまに電話かけて元気してるとかっていうことはまずないんですよ。まず初めに作品があって脚本があって、じゃあこの役は蓮さんどうだろうって言ってオファーをいただいて初めて彼らとの付き合いがあるという。長く付き合ってるけども、僕はそういうわきまえ方というか、これは正しいかどうかわからないけど、僕の監督の付き合いっていうのはそうなんです。その塩野さんがどんなにお酒に酔っ払って僕は知りません。どんなにお酒を酔っ払って彼が乱れる姿を僕は見せたとしても、それは彼のパーソナルな部分であって、ただ現場に行った時に彼が言う言葉を、例えばその監督のその言ってる言葉っていうのがとても僕には刺激的だったりすることがあるんですね。だから基準はやっぱり売れてるとか売れないとかってことじゃなくて、そいついけてるかいけてないかはやっぱりその人の人柄だと、人間性だと僕は思う。黒澤さんとか北野さんとか澤部さんとか園さんとか三池さんとか、全て自分たちで誰かに助監督してついて学んできたんではなくて、やっぱり自分たちで発見したんだと思う。それぞれの方がそういう監督さんっていう印象がすごく、監督だっていう印象が強い。もっと言うと非常に日本を代表する明るい変態たちっていう印象ですかね。やっぱりものづくりの現場でわがまま言いつつやっぱり暴れていただきたいなという人たちばっかりなんで、僕もその背後から少しでも、援護射撃じゃないけどもなんか力になれれば、本当にもうビビたる力ですけど僕の力なんてできればいいかなと。だから素敵な人たちですよね。僕はなんで芝居やったり映画やったりするかっていうと、基本的にはうちにいるとろくなことやってないからっていうことがあるんですよね。どうしようもないんですよ。
だからまあ外に出ててその世の中との交わりを持つのはまあそういう演じたりすることで、まあ、お金もいただいたりしつつうまく世の中との折り合いがついてるんだなっていうことはあるけど、もっと言うとある監督がこんなこと言ったことあって、まあ、坂本淳二さんですけれども、僕は彼とちょっとあるなんかこうそういうなんか話すところがあって、まあ聴衆の前で誰かがこう質問して「あなたは何で映画監督やってますか?」って言った時に「すごく面白かった、友達欲しかった」って言った彼は。すごくよくわかる。僕もどっちかというとそういう方かなと思う。